魚のチェックをします。おはようございます。そうです。おはようございます。あと4。ございます。あん肝マスターなんで、あん肝あん肝と言ったらりょうさんみたいな。はい、ホタテをいつもお願いしてるホタテの森さんです。ハードル上がっちゃうじゃないですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ほぼ男性社会ですね。振り向けばもう男性がいるっていう環境ですね。これが魚を買える証で競りに参加できます。これがあることで、あ、北にの子ねみたいな感じで私は結構助けられましたね。守られてるっていう感じ。フグ白子が1キロ、はい、磨きフグが 1.3 と 1.4。はい、OK です。辛かった。ごちそうさまでした。本当単純なんですけど、もう大きいマグロをおろしてみたいっていうかっこいい仕事だなと思って、自分がやってる姿を想像した時にめっちゃかっこいいじゃんって思って、仕事何やってるの？マグロおろしてますって言いたいと思ってせーの。よいしょ。マグロ解体見に来たので、こっちも漁師。大間の漁師さん？全員漁師。はじめまして。せっかく解体見に来たんです。嬉しい。私の後輩が作ってくれて、全部一刺し一刺し、はい、漁師さんたちが来てくれました。私に会いに来てくれたんだってすごい。ありがとうございます。嬉しい。お魚かかってなかったんです。あ、これはね、手書きの後で。やっぱり物いい船だな。ノコギリ大工さんが使ってるやつと同じ。すごい。すごい。漁師さんが見てくれてることなんかないから緊張する。よいしょ。オーケー。せーの。よいしょ。ありが覚えてもらいやすいかなっていう、ただそれだけなんですけど、私普通に高橋っていう、もうなんてことない普通の名字で、チュナプリンセスって挨拶した方が、何それ面白いねみたいな感じで、反応が良かったので、これ採用と思って、ちょっと恥ずかしいけど、名付けちゃおうと思って、自分で名付けたんです。よいしょ。
かって湯でも出ねえよな。すごいすごい本当に。見てびっくり。見てびっくり。見てびっくりびっくり。どうでした？いやいやもう本当醍醐味すごい。どうもどうも頑張って。頑張ります。頑張ってください。すごい嬉しかったな。見てもらっちゃった。よし。おはようございます。はい。ほっぺのほほ肉。はい、チュナアイス。チュナアイス。こことあとその中の水晶体みたいのは食べれないですけど、あとは全部食べれるんですか？食べれるみたい。そうか私は食べたことないですけど。この魚自体をおろしたことが全くなかったので、そうなんですか？初めての魚が多分だってマグロだと思います。でもそれでもそんな人でもこうやってみたらできちゃうもんなんだ。私よりすごい人がもうめちゃくちゃたくさんいる世界、ライバルが多すぎると思って、ここの世界では私はてっぺんは取れない、そこから何しようかなと思って考えてたら、スーパーでこうお魚を買ってる人がいて、何が一番でっかいお魚かなマグロだなっていう。女子の未経験なんで、もうそれだけで落とされちゃうと思ったんで、もう電話アタックやと思って大変だし寒いし、女の子はねちょっと違うかなっていう答えがほとんどで、そしたら宮下店長太郎さんが出てくれて、すごい私の話をしっかり最後まで聞いてくれたのがその太郎さんだけだったんで。本当にすぐ辞めちゃうかもしれないけど、それぐらいの心づもりで雇った方がいいよっていうのはアドバイスは受けましたけど、電話をもらった時から本当にすごい熱量というかガッツは伝わってきたんで、まあよく泣いてましたよ。できない自分に悔しいとかっていうので本人もよく泣いてたとは言ってましたけどね。つい最近なんですけど、お父さんとお母さんが私がマグロを解体してるところを見に来てくれた日があって、ちょっと感動し、なんか嬉しいなと思って、すごい頑張ってるんだねって言ってくれたし、なんかこう自分が仕事してる姿を見せれて、それをなんかすごい嬉しそうに見ててくれたのが一番嬉しくて。すごいって母はずっとちっちゃい拍手をしてくれて、私の写真をいっぱい撮ってくれてました。おろす時に使うのが主に3本で、タチって呼んでるんで、タチ、これがおろし包丁って言われてるやつで、これはすっごい柔らかいです。こんな確かに柔らかいですね。柔らかいです。グイグイいきます。マイ包丁なんですけど、東京で頑張ってこいよって言って可愛がってくれてた人が私にプレゼントしてくれた包丁で、私の名前入りなんです。この切り分ける作業がやっぱ一番難しいんですか？なんかね、まっすぐに切れないかな。
顔なわけですよね。そうですよね。やっぱりあそこを見せてお客さんに色もいいけどどうですかって言わなきゃいけないんで、普通はねなかなか包丁は持たせてくれないですね。どっちかっていうとうちは本当にやりたければやらせてあげる方なんで、特に彼女なんかはもうマグロおろしたいおろしたいって言ってきたんで、切っていいって言われました。嬉しい。どうかな。作取りしていきます。血合いをまず。これが赤身です。でっかいのとちっちゃいのって面白いかなと思って。最初中骨取るのが全然できなくて、骨がどう曲がってるのかもわからないから、ここ大変でした。小肌はもともと自分が食べて好きだったから覚えたいなと思って、でマグロと小肌は今もうできます。高いやつがな、ちょっと漬かりが甘いんだよな。こんにちは。いやそんなおかしいだろこれ。日曜日。僕のまかない美味しい有名なんだ。なんかそれ高いですよね。これどうすればいいですか。しまったもう。いいのかな。まあ昨日の赤身です。美味しいです。食べてるところまちまちと取れるといいですね。いやいや美味しいですね。今が一番もうベストな食べ頃だと思いました。毎回これが出せればね、何の苦労もないんだけどね。こ
自身の小肌がお寿司屋さんでこういうふうに嬉しいですね。もう大事に扱ってくれるのがもう分かるので、あとはちょっと食べるのが楽しみです。なんか油を乗ってそうだ。まあそこそこそうですね。美味しい。美味しいです。好きです。幸せだ。これはうまいね。姫が入った時には大将来てたからね。はい。うん。最初の頃から。だからずっとね、はいその成長を見てってもらって、2つして同じものがない中で包丁の角度とか入れ方とか切り頑張ってあれだけの大きいものを、ね、メインで回転して素晴らしいすごいことだ。あと自分でそれをやりたいと思ってマグロだけじゃないところで小肌だったりいろんな他のものにもしっかり挑戦しているそういう姿勢っていうのは素晴らしいところだと思いますね。ありがとうございます。やっぱりちょっと自分にもプレッシャーをかけていかないと、多分これ以上の成長はこれからは少し少なくなっちゃうと思うんだよね。だから小肌はいい例だ。自分のその担当する魚を増やして、でそれに対してちょっと責任を持ってやるっていうのもいいかもしれないね。わかりました。太郎さんがお休みしても全然なんかへっちゃらの私がいればへっちゃらっていうぐらいにしないといけないお店を何日かちょっと休んでもらいたいですね。そしたら1年にヨーロッパ旅行ですよ。もう一気に飛んだから。ああダメかもしれない。俺も今だに頑張るから。そのうち抜かしてやるぜ。差し入れ。これにしようかな。予約。でっかいやつ。この四角いのなんで？わかんないけど絶対美味しいと思う。これいく？これいく？いいよいいよいいよ。なんかお皿持ってきな。取られた。でもしょうがない。しょうがない。開けちゃった。あ、もう食べてる早いフライングしてるただ大阪 YouTube 見てくれたんですか？あー嬉しい。ビネダーファミリー？あーいいね。Excuse me, where are you from? Austin, Texas. First time to Tokyo. That's nice. Yeah, we're happy. It's fun. ありがとう。力では男の人にはかなわないし、じゃあかといってなんか女の子入ったのねって買ってもらえるのは3回までだと思ってるので自分の売り方スタイルを作っていかないといけないし。オッケー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 。ありがとね。ありがとう。はいどうぞ。高いっていう声もあるんですよ。だけどやっぱ天然の生の国産本マグロっていうので作った時にあれはめちゃくちゃ安いんですよ。
値段で食べれるっていうのは、マグロ屋だからこそできる値段かなって私たちはちょっと自信を持ってやってるので。じゃあこれウニ巻きです。はい。Yeah, both. Yeah. Okay, both. We haven't tried the ulkin yet. 最初に食べるマグロがうちのマグロだったらもうびっくりしちゃうんじゃない？ねえ多分。そうですよね。うー。Very good. Very good. Very good. It's That the should be tuna. better. Yeah, it's the tuna the best thing. The tuna is the best thing. Oh my god. Yeah. おいしい。美味しい美味しい Oishii. 初めてマグロを食べた時に食べさせてもらった時にうまっって思ったのでその時の気持ちをいろんな人にこう伝えたいなって思ってずっとやってますね。これも通りすがりの人にもらったんですよ。それはどこで買ったんですかって聞いたら、欲しい、私も買いたい欲しいって言ったら、じゃああげるよって自分の荷物出してくれたんですか。くれた。可愛いって、これマグロじゃないですか。しかもマグロだから、私にぴったりと思って。すごい、インド。よし、じゃあ行きます。Maybe two million. だいぶ本当に仕事もできるようになってきたし、まあもともとそのコミュニケーション能力が高いんで、一回りも二回りも成長したと思います。飴だけじゃなくてちゃんと言うところは言ってくださりますので、もうお客様から市場の人間、もうみんなから愛されている先輩です。豊洲で一番マグロをきれいにさばける職人になりたいと思ってます。今それが目標です。未経験でも女性でもできるんだなっていうなんかきっかけになってもらえたらいいかなと思って、興味を持ってもらいたい。なんか魚屋ってこうかっこいい仕事なんだよっていうのを広めたいなと思って。